皆さんこんにちは。本動画ではギリシア神話において、ゼウスが関わる伝説についてまとめていきます。本動画ではそれぞれの伝説について、ゼウスが関係する部分に限定して紹介します。伝説の詳細な内容については別途動画を作成しようと考えておりますので、その点をご了承の上、最後までお付き合いいただけると幸いです。それではよろしくお願いいたします。アステリオン。クレータ王アステリオンは、かつてゼウスがさらったエウローペイを妻とし、ミーノース、サルペイドーン、ラダマンテュスを養子とした。こうした経緯から後にアステリオンはゼウスと一体化し、ゼウス伝説に組み込まれていった。クーレイスたち。幼児のゼウスの周りで大きな音を立てて踊っていたクーレイスたちは、自分たちの威信を高めるため、位の高い者は神の扱いを受け、聖なるクーレイスと呼ばれた。ゼウスの保護神となった彼らであったが、ゼウスとイオの子エパボスが生まれるとすぐ、ヘーラーの命令で神隠しにし、そのためにゼウスに殺された。アマルテア。イーデイ山の森の中で成長したゼウスには、乳母の代わりにヤギのアマルテアが付き添った。不思議な形をしたこの動物の皮は、いかなる矢も通さなかったため、これを使って強力な盾を作った。ゼウスは育ててくれたアマルテアに感謝し、星座の仲間へと加えた。ゼウスはニムフたちにアマルテアの角を一本与え、その角に欲しい食物が絶えず一人でにいっぱいになるという力を授けた。これはコルヌーコピアイと呼ばれた。一説ではアマルテアはメリッセウスの妻で、幼いゼウスに自分の乳を飲ませていたという。また単に子供のゼウスを見守っていたニムフであり、ゼウスは鳩やワシが運んできた新鮮と新種で育ったのだとも言われる。エロースとクシュウ系。姉妹に騙されエロースを裏切ったクシュウ系は、アプロディーテによって様々な試練が与えられた。この苦難を乗り越えていくクシュウ系の姿に感動したエロースは、ゼウスの元へ行き、再び彼女がエロースと一緒になれるよう願った。ゼウスはこれを承知し、クシュウ系に不死の力を授けた。イーリス。イーリスはオリュンポス山上における神々の使者だった。彼女はゼウスに仕え、彼が他の神々に命令する場合、これを伝えるのはイーリスの役目だった。ゼウスがその意志を人間たちに伝えたいとき、イーリスは地上へ飛び降り、人間の姿を借りるか神の姿のまま現れた。ゼウスに仕えたイーリスであったが、ヘーラーに対してはなお一層熱烈に仕えた。ヘーラーの言葉を伝えるだけでなく、彼女の復讐にも力を貸した。ガニョメイデイス。ガニョメイデイスはプリュギアの帽子をかぶり、肩にマントをかけた青年の姿にしばしば描かれる。彼は大抵ゼウスのそばに座っているか、ワシにさらわれて飛んでいる。というのも彼は人間の中で飛び抜けて美しく、人目を引いたため、ゼウスの興味を買い、ゼウスは彼を長身にしようとワシを使ってさらってこさせたのである。一説にはガニョメイデイスを連れ去るため、ゼウス自身がワシの姿になったと言われる。ホーラーたち。ホーラーたちはゼウスが人間を破滅させるために作るよう命じたパンドーラを、花輪で飾り、その魅力を一層に高めた。また彼女らはディオニューソスがゼウスの大体から生まれた時、彼を引き取ったとされる。ヘイリオス。ヘイリオスの持ち物は馬が有名だが、鳥居なき英島に7軍のオス牛とメウシを持っていた。ヘイリオスの2人の娘パイプーサとラムペティエがこの見張りをしていたが、オデュッセウスたちが島に上陸した時、兵士たちがこの牛に手を出した。ヘイリオスは事の次第をラムペティエから聞くと、神々に訴えハーデイスの王国に閉じこもり、光を死者の上に当てると脅した。ゼウスはこれを聞くと、過ちを犯した人間を雷電で撃ち殺すと約束をすることで、ヘイリオスの怒りを収めた。パエトーン。ヘイリオスとクリュメネイの息子パエトーンは、ゼウスとイオの子エパポスとある日論争した。エパポスが、パエトーンが神の生まれだという点に疑問を投げかけたからであった。悔しがったパエトーンは母に泣きつき、彼女からの助言を得て、父のヘイリオスに神の息子である証明を申し出た。ヘイリオスはステュクスにこれを受諾する誓いをした。パエトーンは証明として大量の戦車を借りようとした。聖言に縛られたヘイリオスはこれを認めざるを得なかった。パエトーンはヘイリオスの戦車に乗るものの、制御することができず、無茶苦茶に失踪して、川は干上がり土が燃え出すという事態に陥った。この問題の解決にゼウス自身が乗り出し、パエトーンを雷で撃ってエリダノス川に転がし込んで事態を収拾した。エンデュミオーン。エンデュミオーンはゼウスに、不死と永遠の若さを与えてくれるよう願った。ゼウスは彼が永遠に眠り続けることを条件に、これに同意した。別の伝説では永遠の眠りは、エンデュミオーンがオリュンポス山に入った時、ヘーラーの愛を求めたことに対し、ゼウスによって下された罰であるとされる。オーリオン。
ボイオーティアの美しい巨人、オーリオンの誕生には様々な言われがあるが、そのうちの一つにゼウスが関わっている。ゼウス、ポセイドン、ヘルメウスが一緒になって地上を旅していた時、ヒュリエウスに歓待された。この礼に彼らはヒュリエウスの望みを叶えることを約束する。ヒュリエウスは息子を欲したため、3人は若いメス牛の皮に小便をかけ、これを大地に埋めた。9ヶ月するとそこからオーリオンが生まれた。アスクレイピオス。アスクレイピオスはオーリオンを蘇らせようとした。しかし死者を蘇らせる行為に、ハーデイスがゼウスに対して苦情を述べると、人間は死の運命に従わなければならないという秩序を守るため、アスクレイピオスを雷電で撃ち殺した。プレイアデスたち。プレイアデスたちはボイオーティアの山々で、狩人オーリオンに追われ続け、捕まりそうになった時ゼウスに助けを求めた。ゼウスは彼女たちを鳩に変え、天空へと置いた。プレイアデスたちは自分たちの姉妹ヒュアデスたちの死に悲しみが収まらず、絶望して自殺し、ゼウスによって星に変えられたとも言われる。ピーネウス。人間の未来を予言した、もしくはプリクソスの子供たちに、コルキスからギリシアへの航海の方法を教えたため、ピーネウスはゼウスに罰せられた。彼は永遠に続く老年と消えることのない飢餓を与えられ、さらに盲目にされたという。トリートーン。トリートーンは2度にわたってゼウスの役に立った。巨人との戦いの間、彼はホラガイの音で巨人たちを脅し、オリュンポスの神々の勝利に貢献した。また大洪水の後、水を引かせる役割をゼウスによって与えられた。セイレーン。上半身が女性、下半身が鳥や魚の姿をしていると言われるセイレーンたちの、この異様な姿には様々な説明がされる。セイレーンたちは、ペルセポネーがハーデイスに奪われた時その場に居合わせ、ハーデイスを飛んで追いかけるという彼女たちの要請により、ゼウスが翼を与えたという。カリブディス。ポセイドーンとガイアの娘と言われるカリブディスは、ヘイラクレイスの薄牛を盗んだ。ゼウスはこの罪を罰し、雷で撃って線を飲み込む渦に変えた。アーソーポスの娘たち。アーソーポスとメルペイには、2人の息子と12人の娘がいた。この娘たちのうち、シノーペイはアポローンに、ケルキューラとサラミースはポセイドーンに、そしてアイギーナはゼウスに強奪された。栄光。ヘイラーに従ったニムフたちのうち、栄光という仲間がいた。この栄光はヘイラーの従者であったにもかかわらず、ゼウスが誰かニムフに言い寄るたびに、歌とおしゃべりでヘイラーの注意をそらせた。ヘイラーはこれに気づき、栄光から言葉を取り上げ、彼女の前で話される言葉の最後の音節を繰り返すことしかできないという罰を与えた。アーテイ。エリス、もしくはゼウス自身の娘とされるアーテイは、人間に無責任な行動をさせる神であった。彼女は人間も神も関係なく間違った行動に誘い込んだ。ゼウスですら英雄ヘイラクレイスが誕生するときに、このアーテイの助言のせいでヘイラクレイスに人間の支配者としての権利を与えることができなかった。アーテイはこの時の罰で永久にオリュンポスから追放された。タンタロスとペロプス。プリュギアの王タンタロスはオリュンポス山の神々の食事に招かれ、ミキと神仙を盗んだ。この返礼に神々を招き、客の神聖を試すため、息子ペロプスの体を宴会の皿に出した。ゼウスはこの遺体を魔法の王様へ投げ入れるよう命じ、クロートーがペロプスを蘇らせた。デイメーテールが肩の肉を食べてしまったため、肩が片方だけ復活せず、代わりに象牙をつけることになった。本動画ではゼウスが関わった神話についてまとめました。次回からは女神ヘイラーについて見ていきたいと思います。よろしければまたお付き合いください。それではさようなら。